変えないと終わるんで、中洲がそんな感じだったのを自分は初めて知りました。見てて正直言ってつまんないなこの店って感じです。今話聞いてると何も感じないよ。女の子かそうっすよね。今お金払うかじゃないですよね。そうです。そうです。そうです。ちょっと今日福岡の中洲に来てます。ちょうど昨日まで宮古島にいたんで、宮古島からもう直接もう歌舞伎に帰らずちょっと福岡来ました。前から来たかったんで、福岡に関してはこれライトってお店があって、でそこの会長のライラさん仲いいんですよ。そのライラさんから前からぜひ中洲来てくださいよって言われたんですよ。この中洲って市場で規模で言ったら日本三大歓楽街って言われるぐらいすごい場所なんですよ。この業界をちゃんと変えていくためにも、この今ホスト業界でもう盛り上がってる場所を見ときたいなと思ってここ来ました。はい。これまで大阪、札幌、仙台の店舗を視察し、それぞれの地域性を生かしたアドバイスをしてきた軍神。全国のホスト業界を盛り上げるため、この度日本三大歓楽街である中洲へ足を運んだ。どうもです。どうもです。どうもです。よく来てくれました。ありがとうございます。じゃあどうぞ。ありがとうございます。吉木さんありがとうございます。来てもらって。いえいえ、どん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 です。前から中洲に来てみたいなと思ってたんで。いや本当に、もう2年間ようやくそうですね。あったんで、はい。ありがとうございます。新店リベリオンっていうお店を出すんですけど、グランドオープンなんですよ。そうなんですね。でめちゃくちゃタイミングよくて来てくれて、ちょっとありがとうございます。軍神の来福を待ち望んでいたのは、中洲で唯一のエルコレ加盟店、ライトグループ会長シンデレライライゼロ。28歳という若さで九州に4店舗のホストクラブを構えるライライには、かねてより軍神に相談したいことがあった。もう数字的な面もそうなんですけど、中洲っていう街自体が結構いいように見られてると思うんですけど、結構問題点がいっぱいあるんですよ。その例えばじゃあ中洲の街、ホストクラブまず少ないんですよね。何店舗ぐらいなんですか、中洲の店舗数が。中洲は多分舗装数に乗ってるのは30店舗ぐらい乗ってるんですけれども、イメージよりも少ないですね。売り上げがもうボーイズバーみたいな感じなんですよ。ホストって言えないんですよね。中洲って日本三大歓楽街と言われるところじゃないですか。はい、ホスト業界で言ったら歌舞伎町で大阪南ね、中洲のぐらいのレベルじゃないですか。そうですかね。福岡っていう街住んだりとか普通のひげの人からしたらめちゃくちゃいい街なんですよね。やっぱ住みたい街ランキングとかの1位になったりとかするぐらいめちゃくちゃいい場所なんですけど、水商売っていうところに関してはもう本当に環境が劣悪なんですよ。とか未だにあるんですよね。やめたらいまだにそういうことがまかり通ってる街なんですよ。だから働く子からしたらものすごい劣悪な環境なんですよね。でその中でも僕たちが結構頑張ってホストクラブっていうのをやってはいるんですけれども、やっぱ僕まだ若いんでいろんな大人からの圧がかかったりとか、実際売りかけとかはどうなんですか。俺はその売りかけが反対だから、売りかけをしない店っていうのを大々的に出して人を集めてるんですよ。みんな売りかけしたくてやってるんじゃなくて、させられてると俺は思ってるんですよね。やっぱり上は売りかけした方が儲かるじゃないですか。それは確かに歌舞伎町発信だったかもしれないですけど、いろいろあって、で歌舞伎町はホスト業界クリーンしようよっつって今売りかけもなくしてるんですよ。2024年4月、歌舞伎町での売りかけが禁止に。それに伴いエルコレは歌舞伎町以外の全国加盟店でも売りかけを禁止にし、率先してクリーン化に努めている。中洲がそんな感じだったのを自分は初めて知りました。中洲って本当に昔ながらの人間が生き残り続けてる街なんですよ。だからもう思考が古いんですよね、全部。歌舞伎町とかの人たちって五木さんみたいな人たちがいっぱいいるじゃないですか。業界を変えようとしてくれてる大人が。でも中洲ってそういう人がまずいないっていうのと、あともう若い人間が大人に潰されちゃって、もう怖くて何もできないんですよ。その中で俺は唯一立ち向かおうとしてるんですよね。でもそれでもやっぱいろんな弊害があるんですよ。やっぱ一人の限界あるんで、俺は五木さんの力そういうのを借りて中洲をどんどん変えていきたいんですよね。ホスト業界をクリーンにしたい。中洲でただ一人戦ってきた。その熱い気持ちを聞いて軍神は、状況としてもうひどい状態なんで、変えないと多分終わるんで。
今やっぱ国からの締め付けがきつくなってる分、日本自体でちゃんとしていかないと俺はいけないと思ってるんですよ。歌舞伎町だけがちゃんとしてても意味ないと思ってて、絶対みんなで協力するべきだと思うんですよね。だから全国的に俺は売りかけを配信するべきだと俺は思ってるんですよ。そうですね。歌舞伎町もそうですけど、もともとやっぱ悪かったんで、今のその中洲とかと同じなんで、でも悪いってことを当たり前になってると悪いって感じないんですよ。いやそうですよね。ホスト業界でもそれが当たり前に正しい、売りかけも正しいですよだったから、歌舞伎町の中でもそれが当たり前に正しいものであった。だからそれは間違ってるものに気づいてなかった。でも今回改めて自分たちがやってきたことは間違いだったんだって気づかされた。だからもうやめようよと。それはもう変えていかないと、もう中洲自体が終わるんで、中洲が終わるってことはホスト業界がダメージを食らうんで、世の中はホスト業界っていう状態で見るんで、地方で何か起こってもの変えるしかないと思うんで、まあそこの点も含めて、まあ状態そこも見たいなと思います。はい、はい、お願いします。知らない街に来ると学べることが多いんで、中洲の街を知れたらなとは思ってます。いやー、中洲ってマジでホストクラブ、こんなところにあるのみたいなのが多いですからね。そうなんですね。バーみたいな感じで、リリオンみたいな、ホストクラブですよみたいな風のお店ってほとんどないですね。作れないんです、そういうホストクラブが。そうなんですね。作るってなるだけで箱を貸してもらえないんですよ。もうそういうのを打破するところから始めないといけない。不動産屋さん的にホストクラブのことを信用してないから貸さないってことですよね。それもまあ20年前ぐらいのホストさんたちが使い方が雑だったらしくて、もうだからホストの印象最悪なんですよ。だからもうそのイメージのまま引き継いで、もうホストには絶対箱貸さないっていうビルのオーナーさんたちが多いんですよね。それで貸さないっていう傾向があるということは、まあその箱自体も別にホストクラブに貸さなくても他のとこ借りてくれるよねの状態ってことですよね。ですね。なるほど。ここがうちのお店なんです。ここですね。確かにあまりホストクラブって分かりづらい。これ3階ですね。で、どう行きましょう。エレベーターですか？行きましょう。おはようございます。お願いし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 ます。まだオープンしたてなんで、まあ雰囲気は暇そうですよね。今日全部で何卓？30ぐらい。でも30行くんすね。そうっすね。やっぱ単価は安いですけど、うちは結構多いです。グランドオープンで2、30行かなかったら結構きついんで。この日グランドオープンを迎えたリベリオン。まだお客さんが少ない早い時間からシャンパンを入れ、式を挙げるのは現役プレイヤーとしても活躍するライライ会長。グランドオープン一発目ありがとうございます。はい、まあね、こうやって毎回ね、大事な時お祝いしてくれるんで、僕もね、プレイヤーに復帰した甲斐があります。はい、一発目のシャンパンコール、しかもね、今日軍神も来てるわけだから、もっと機敏な動きをしてほしいんですけど、初手からやらかしたお前ら全部後で飲ませます。よいしょ。シャンパンコールを見た軍神は今のシャンパンコール見てるんで、どうでしたか？お金払うおかじゃないですよね。女の子かわいそうですよね。だって集まるの4人ですよ。もう見ててなんかすごい虚しさを感じますよ。だって今特にメディアが当たり前にあるわけじゃないですか。でメディアを見ればシャンパンコールのクオリティなんてたくさん出てるわけですよ。その中で自分が入れたシャンパン4人しか来ない、信じられないですよね。なんか私こんなお金使ったらこんな使いなんだしかなんないけど、それは市場伸びていかないですよ。ライさん、さっきこれ見たんですけど、もうあれひどすぎて、シャンパンのクオリティがどうのこうのじゃなくて、集まり4人に対して周りから見た時にあれだとシャンパン入れたくないよねになるんですよ。おそらくイメージとしてはオンリーを生みたくないからあの人数にやってると思うんですよ。コールもエンタメなんで、そのエンタメを最大限に表現して、うわコールだ、すごいあんなに集まってくれるんだ、あんだけのコール出してくれるんだ、じゃあ私もやりたいなにならないと。
平等にしてしまったらお金を使った女の子がそこもったいないなと思う。わかりました。リリオンはコール大体何人でやるんですか？コールは大体12が最低ラインなんですけど、 12人でやる。そうでも初回もあるんで大体最低でも8人は。じゃあ今のリベリオンの人数が20人として適正値は何人ですか？ 20人いるんだったら最低でもその半分ぐらいはコールで盛り上げて、で周りからシャンパンすごいなって思わないと、次シャンパンコールしたいなと女の子思わないですよ。わかりました。失礼します。時にコールを10人でやるように。でもう今すぐ伝達して、でオンリーは埋めなくていいから、そのしっかりコールのクオリティをしっかり上げて。そう指摘を受けすぐに改善へ動く。さらに軍神は中洲の現状を把握するためキャストたちにも話を聞くと、リベリオンにこう来た理由は何だ？なるべくその上層部に近い場所で働こうかなっていうのは思ってて、だからライラさんがこっちを店を出すから来たの。そう好きな人についていくのはもちろん正しいことだし、いいと思うの、でじゃあチャミ君がここでやろうと思ってことなんだ？僕結構ふざけるのが好きなんで、売り方もそうですけど人を笑わせながら売り上げを上げたいタイプだって楽しませたいは別に別にリベリオンじゃなくてもいいわけだよ。ここで何を成し遂げに来たの？今の話聞いてると何も感じないよ俺。金田君はさ、このリベリオンさなんで来たの？もともとそのシンデレライライで働いてて、5、6年ぐらい一緒だったんですよ。長いね。で、2、3年ぐらいプレイやってなくて、新店で出したからただプレイやってみようかなっていう好奇心で。なるほどね。仕事も今ずっとやってて、メインは昼食。夜最近結構時間できたので、13、4ぐらいしようかなって。なるほどね。ここリベリオンに来たからなんだよ。そういうお客様が2人ぐらいいて、その2人であげてて、切れてから新しくやり直そうってなるほどね。じゃあこっちに来た目的っていうのはあまり明確な部分はないんだ。何をしたいリベリオンで？環境を変えたかった。グランドオープンという華々しい日に軍神が抱いた違和感。今日グランドオープンじゃないですか。絶対やってやろうっていう気持ちがなさすぎて、何をしに彼ら今日出勤しに来たのかなと思って。目的が存在してないですよね。ホストをやるにはホストをやってる目的だったりが存在してないといけないんですよ。今まではなかったんですよ。ホストクラブって他の仕事ができないから、いろんな子が逃げてきた人がやっぱホストやったりする業界だったじゃないですか。でもそれじゃダメだよって、それ変わっていかなきゃいけないよってなってくる中で、じゃあ目的をちゃんと作ってあげないとダメなんですよ。ないから今日という日をそんなに重く考えてないんじゃないですか。ライライさんは話してるとあるんで、バランスがうまく噛み合ってないなって感じです。だから気持ち悪いです俺は。中洲を変えたいと熱い気持ちのライライに対してキャストたちからは全く感じられない熱量。この熱量の乖離が盛り上がりに欠ける要因となっていた。今日タワーとかはないですか？ないですね。やっぱそこまでできる人っていうのがなかなかいなくて、見かけじゃないとやっぱできないとか、そういうことがやっぱり言われるんで。何を今回のグランドオープンに対して思いというかかけてキャストは出勤してるんですかね？まだやっぱりお茶を引かないってところをまず第一に目標にしてて、シャンパンを開ければいいやっていうところで多分妥協してると思うんですよね。なので100万円とかそういう数字は出てこないですね。グランドオープンって言えるような。そうですね。あんまりレベルじゃない出せるようなレベルではないんですけれども、これからだと思ってるんで、新規定なんでね、そこは仕方ないなというところ。ただキャスターの熱量が弱いなって思うんですね。本気で絶対俺がこれ形作ってやるっていうような熱がないんで、見てて正直言ってなんかうわつまんないなこの店って感じです。自分がもしプレイヤーで言ったら絶対この店選ばないと、なんかふわーんとしすぎて緩いし、なんか絶対この中洲で俺名前売ってやるよっていうレベルの男の子いないんで、この熱量で言ってったら中洲なんか変わらなくないですか？そうなんですよ。何かを始め何かを改革するってトップリーダーが熱量を持って周りで働く男の子たちも熱量にそれに引っ張っていかないと絶対無理なんですよ。
だから今ライライさんがそこ熱量を持ってるにもかかわらずその熱量が落とし込めてないからこの集団で走っていくと俺は途中でバーンってもうだれると思う。普通に夢や、ね、思いを語ってでもまだお前らはその能力ないよなってだから今楽しませることで全力になってってでもハートは持っとけみたいな関わらず本当に、だれたまま絶対終わると思うんですよ。ホストクラブにおいての熱量を俺がそもそも持ってなかったのかもしれなくて、その売り上げに対する熱っていうのがなくてコストをちゃんとさせるにフォーカスして当てすぎたっていう結果がこの結果かなって思うんですよ。熱量への落とし込みっていうのはもちろんやってなくてホストとしての最低基準に満たしなさいっていう話だけを俺はしてたって感じなんで、その夢とかそういう話はしてないですね。目標とか現実主義のライライは目の前のことを着実にこなすようキャストたちに指導していた。その結果明確な夢や希望を持たずただ売り上げを上げるという作業になってしまっていた。五木さんと話してみてなんかどうでしたか？いややっぱ俺も熱量を持って仕事してるつもりだったけど五木さんの熱量になんか見たら俺ってまだまだやなって思ってしまったから本気で変えたいって俺思ってるのにやっぱ自分の中でしかなんか考えがまとまってなくってそれを発信する力と伝える力が俺にないなっていうのが自分で今日思った課題かなっていう。本当に中洲変えたい気持ちはあるんやけど人を一緒に連れていくってやっぱり自分一人で行くよりも難しいんですよね。だからそれを伝える力っていうのを持ってる五木さんがすげえなってマジ感じたところですね。でも久しぶりになんか大人に怒られてる感じがしたね混み始めた店内で少しずつ変化が。40組あらめっちゃ上がったじゃないですか。だって元々30組にしたのにプラスアルファがやっぱ入ってきて五木さん効果もあってこの後も高額のコールがちょっと予定以上に入りたいと思うんですけど100万のコールもあるみたいな。もう増えましたね。いやなんかだいぶ変わってくるんで熱量を持ってやったりとかいろんなことやってくると、盛り上がりに乗っかる力ってやっぱ大事だなと思うんですよね。常にお店を盛り上げるっていうところだからコールももうハイクオリティですごい良かったの。さっき言ったじゃないですか、だからもうちゃんと10人規模でバター集まったんでやっぱ違いますね。12人全然違う全然違う。分身の指摘を受け人数を増やしたシャンパンコール。圧巻の迫力で店内の盛り上がりに拍車をかけた。男性のお客様がちょうどあんだけやっぱコールしてもらったら気持ちいいやろうねって俺もしたくなるわそんなこと言ってたんでまさにそういうことか絶対そっちの方がいいです、はい、なんかやっぱり変な固定概念にとらわれすぎてますね。やっぱ少額のコールには人数少なめみたいなやっぱこれはやっぱホストのなんか謎の常識じゃないですか。そういうところを間違ってるなと思う。リベリオンがやっぱこれから長津変えていくんであれば怖がってるんです。踏み込んで変えていかないと、ぶち壊していかないと勝てないんで、しかし勢いづいてきた営業終盤にトラブルが。用意してないオーダーが通ってない早期にやめた方がいいです。それがねリリオンの失敗されるんで来てみて実際営業見たら熱量弱いなと思いました。何のために本当やってんのって長津経由してんだよ。